さんこんにちは、いっちです。今回僕は長崎県にやってきました。長崎といえばね、色づく世界の明日からの聖地となった場所です。この色づく世界、めちゃくちゃ行きたかった聖地の一つなんで、今回来れてめちゃくちゃ嬉しいです。それでは色づく世界の聖地に行きましょう。それでは色づくの聖地巡っていきましょう。最初の聖地は距離が離れているので路面電車で向かいます。あそこの橋ですね。あれがメガネ橋っていう日本三名橋の一つと言われている橋で TV で登場してきた場所です。修学旅行生も見ますね。僕もあそこ渡りたいんですけど、写真撮ってるんで渡れないですね。橋の下から降りての撮影ですね。オープニングだとこういう感じの画角、ローアングルから瞳が映ってたカットが出てきたはずです。ここら辺 TV 字でね映ってた場所じゃないですか。はい、というわけでですね、ここからはもうね歩いて長崎市内の聖地をね巡っていこうかなと思います。あそこに見えるのがオランダ橋で、作中だとここの、風景が登場してきました。さっきの場所から歩いてすぐのところには線路の場所があるんですけど、ここはねオープニングで琥珀が歩いている描写で登場してきましたね。横断注意とか多分ね見比べてみればね結構一致高いと思いますよ。続いて景色が変わってベイエリア付近にやってきました。こちらの水辺の森公園が作中で登場してきた場所です。おー、めっちゃ綺麗。めっちゃ広くないですか？ちょっと僕びっくりしたんですけど、こんな広いんですか？芝とかもねしっかり手入れされてたりとか、そこ造船所かな。であっちにはね長崎の街並みを感じられる場所もあって、なんかもうちょいちっちゃい公園なのかなと思ったんですけど、全然広いですね。休日のお出かけスポットには最適な場所です。この橋が4話で琥珀が帰ってくる時に登場してきた橋ですね。この橋も公園内にあるんで割とすぐ見つけられると思います。こちらのね水辺の森公園良かったですね。なんか何もなければ全然1時間ぐらいボケーっとできそうだったんですけどね、ちょっとね時間があるんでね続いての聖地に向かっていきます。場所は変わってこちらのオランダ通りにやってきました。ここにも聖地がねいくつかあるんで巡っていきます。オランダ坂を登っていくと最初に現れたのが浅木の実家が営む風の写真館のモデルとなった洋館がありました。1階はカフェになっているそうです。時間がなかったので続いての場所へ。そのまま坂道を登っていくとオープニングでくるみとちぐさがイチャついていたのがこちらの通りです。早く付き合えよって感じの2人ですよね。続いての聖地へ向かっていきます。坂が多い街だけあってやっぱり坂道が多かったですね。普段ここまで目にする機会もないのでめちゃくちゃ新鮮でしたし、巡るのが楽しかったです。15分ほど歩いてやってきたのは東山公園。アニメ1話で瞳が未来からやってきたばかりの時に訪れていた公園ですね。一度めちゃくちゃ高くないですか？これが桜の木かな。桜咲いてる時期をちょっとね訪れてみたいですね。琥珀があそこのね滑り台の上から景色見てたんで、その景色をねちょっとお見せします。というわけでこんな景色になっております。めっちゃいい眺めやん。多分あそこら辺から瞳が逃げ出してたのかな。平日真っ昼間にね成人男性がね公園でははしゃいでるっていうね奇妙な光景なんですけど、これ景色めっちゃいいっすね。こちらの東山公園は住宅地にあるため巡礼で訪れる際は地域住民の方のご迷惑にならないようご注意ください。続いては石橋駅にやってきました。アニメだと告白のシーンが印象深いですね。続いては聖地としても観光名所としても人気のグラバー園に向かいましょう。グラバー園に向かう途中のグラバー通りは観光客も多く、お土産屋さんだったり食べ歩きもできるお店がいくつかありました。思わず目に留まってしまったのでこれは食べるしかない。濃厚でめちゃくちゃ美味しかった。グラバー園に向かう途中には大浦天主堂がありました。フェイトで登場してくる琴峰教会のモデルがこの教会だと言われているそうです。
来たかった聖地の一つのグラバー邸にやってきました。瞳たちがね着ていたレトロなね衣装もね着ようと思っているんでお楽しみください。じゃあ行きましょう。ということでグラバー園内を巡っていきましょう。入園料は大人1人620円かかりました。園内は結構広かったですね。ところどころで作中でも見たことのある景色にも出会いました。異国情緒あふれる雰囲気で巡るのが楽しかったです。景色もこんな感じで素晴らしい眺めでした。この園内にはユイトとちぐさがバイトしていたお店のモデルもあります。自由亭というお店で喫茶店になっていたので休憩がてら訪れました。注文したのはこちらのカステラ&ドリンクセットです。長崎といえばカステラは外せませんよね。お腹も満たしたところでコスプレしますか。作中同様にレトロな衣装に着替えて園内を散策することができるそうなので、せっかくなんでね僕も着替えてきました。ちなみに僕が今着ている衣装はショーが着ていた服ですね。コスプレしてきました。色づく世界で使われた衣装らしいです。で今日なんかめっちゃ修学旅行生とか多いんですよ。で僕今一人なんですよ。めっちゃ恥ずいっすめっちゃ恥ずいっすけどね、来たんでねちょっと撮りたいですよね、せっかくなら。15分ほど園内を散策してきました。髪もピンクってこともあってね、結構目立ちましたね。ですが、貴重な体験ができました。ちなみに、グラバー園のすぐ近くには、オープニングで瞳が走っていた場所もありました。長崎の街並みを見つつ、なんかここで、翔くんが、なんかあそこで瞳たちが話している様子を聞いてたのかな、そんなシーンがあったような気がしました。このまま階段を降りていきの、ここに公園がありの、ここがエンディングで瞳がね振り返ってたシーンの場所かな。昼間なんでね分かりにくいと思うんですけど、後でね夜の景色もいろいろ見に行くんで、それでまたここに訪れる予定です。続いてはこちらの道を降りていき、大浦展望公園に向かっていきましょう。よく見るんですけど猫がそこにもいますね。可愛いな。長崎なんで結構やっぱ坂道は多くて、結構体力的にもねきついんですけど、でもやっぱねこういう景色が見れるんでね楽しく巡れますね。そこの場所ですね、聖地になった場所。大浦展望公園にやってきました。こちらの場所も作中でたびたび登場してくる印象深い聖地ですね。はい、ということでね、この景色ぜひ皆さんも大浦展望公園に来てみてください。この景色は本当に長崎でしかね見れないと思うんで、めちゃくちゃおすすめです。マジで来たかった聖地なんで本当にねもう感無量ですね。最高です。展望公園がすぐそこにあって、ここに記念坂がありますね。こちらの記念坂はアニメのキービジの背景にもなっていましたね。夜にも訪れてきたので後ほどお見せします。ここが出雲近隣公園です。めちゃくちゃ見たことある。最終回だともう印象深い場所ですもんね。いやここマジで本当に作中そのまますぎるんだけどそこに瞳がねいてね、最後お別れしましたもんね。ここにね各々メンバーがいましたね。ちゃんとこういう風になんかラインというかラインができてますね。ちょっと一度高すぎだろこれは興奮するわ。瞳視点だとこんな感じですよね。ここ一応高えなおい。ここにユイトが座っての瞳が覗き込んでたんですよね。それが最初の出会いでしたね。オープニングで瞳が階段を駆け上がっている描写があったと思うんですけど、その描写も出雲近隣公園の、入り口手前から撮れるんですけど、ここら辺ですね。ここら辺からね、あそこに見えますね。ここら辺の画角で多分ね撮ってますね。こんな感じになってて、おそらく正面に見えるあの階段、あれが瞳が駆け上がってた階段ですね。ここかな、これです。これが出てきました。はい、ということで先ほどね利用しなかったグラバースカイロードをね使って頂上からとかの景色を撮りに行きます。ちなみにここがね作中でも出てきた場所ですね。夜に来るとねやっぱり一度ちょっと高くなりますね。夜景も綺麗ですし、ここですね、ここが瞳がエンディングで登場してた場所ですね。こんな感じかな。ちょっとなかなか合わせづらいけど、
奥の方に見える夜景がね綺麗すぎますね。全然昼とね雰囲気違いますよね。あそこめっちゃ綺麗じゃないですか。やばいっすねこの夜景。ここがね大浦展望公園ですね。夜景のカットも出てきましたからね。めっちゃ綺麗じゃん。なんだここえぐくないか。このカットですね。まっすぐ来てこっち向くと、はいということでさっきもね来た記念坂でございます。いやこの描写エモいっすね。めっちゃいい。続いてはねさっきも言った出雲近隣公園に向かっていきます。最終回でね登場してきたあの風景をね撮りに行きます。というわけで夜の出雲近隣公園にやってきました。いやーやっぱ昼に訪れた時よりもより最終回で登場してきた場所との一致度が高いですね。夜の景色はこんな感じでございます。めっちゃ綺麗。そしてなんといってもこの夜景最高だ。色づく巡礼1日目終了です。いや今日だけでもね結構な聖地回れたんでもうだいぶ満足なんですけど、明日はね今回回れなかった聖地だったりとか長崎駅から離れた魔法屋のモデルとなった場所にもね行くんで2日目もお楽しみにしていてください。それじゃあおやすみなさい。おはようございます。色づく巡礼2日目です。今日はね昨日行けなかった聖地を巡っていこうかなと思います。それじゃあ2日目も行きましょう。最初に向かう聖地は作中やオープニングで登場してくる鍋冠山公園です。グラバー園からだと徒歩で15分ほどかかりました。到着しました。鍋冠山公園展望台、長崎の景色を見に行きましょう。ちょっと今からお見せしますね。はいということでどうでしょうか。このパノラマめちゃくちゃ見渡せますしめちゃくちゃいい眺め。一応こういうアングルですかね。瞳とユイトが景色を見てたのは。鍋冠山展望公園にはねまた夜に訪れようかなと思ってます。で続いては瞳たちが通っている学校のモデル地にね向かっていきます。はいということでさすがにちょっとね中には入れないですのでここからの映像で失礼します。結構ね学校まで来る道もねだいぶきつかったんで皆さんもね徒歩で来る際は気をつけてください。バスもねあるんでね徒歩厳しいよって方はバスで来てみてください。続いての聖地は他の場所よりも距離が離れているので長崎駅から出ているバスで向かいます。最寄りのバス停の西海バス停にやってきました。このバス停から徒歩で向かいました。聞いた話によると近くにタクシー会社があるらしいのでもし行かれる方はタクシーを利用してください。はいということでねアニトラといえばね、歩きが代名詞みたいなところがありますからね、40分でも50分でもね歩いて向かいます。本当はね多分車とかで行くのが一番いいんですけど僕あんま運転したくないんで、歩いて向きます。はいというわけで魔法屋のモデルとなったヴィラ森の魔女にやってきました。いやーここ訪れてみたかった場所なんで楽しみです。ヴィラ森の魔女はもともとはカフェ営業をしていましたが現在は宿泊できるリゾート施設に変わったそうです。入り口付近の様子は作中で何度も登場していた場所ですね。いやー一致度高いですね。これ見れただけでもすでに満足です。庭の様子も作中そのままでした。こちらのテラス席で写真美術部のメンバーが集まっているシーンがありましたね。宿泊した際はこちらでバーベキューなどもできるそうです。ここからの景色もめちゃくちゃいいんですよね。これは色づく好きの友人集めて宿泊したら楽しそうですよね。ありがたいことに中の様子も撮影させていただきました。こんな感じでアンティークな家具が取り揃えられていて情緒あふれる空間でした。宿泊で利用する際は施設全体ごとの貸し切りだそうなのでこの空間で友人や家族と宿泊したら最高でしょうね。過去に巡礼で訪れた方々の聖地巡礼ノートも置いてあるそうなので記念に書いておきました。僕は結構巡礼に行った時は何か形として残しておきたい派なんで、巡礼ノートがあればね必ず何かしら書くようにしてますね。
ありがたいことに外の外観の様子だけでなくお部屋の中の様子までもね撮らさせていただきました。本当にありがとうございました。さっきも言ったように一棟貸しになってるので、色づく世界がね好きな、友人だったりとね、ビラ森の魔女さんにね宿泊してみてください。僕もねどっかのタイミングでねここに泊まりたいと思ってるんで、ぜひ皆さんもねビラ森の魔女さんに訪れてみてください。長崎最後の夜は、昨日行けなかった鍋冠山の夜景を撮って締めようと思います。それじゃ行きましょう。鍋冠山公園展望台に到着しました。今から夜景見てきます。めっちゃ綺麗じゃないですか。やべえ、さすが世界三大夜景。えぐい。スマホなんでちょっとぼやかかってるんですけど、いやでも綺麗っすよね。皆さんどうでしたか？鍋冠山公園展望台からの景色めちゃくちゃいいですよね。昨日見た出雲近隣公園の景色も良かったんですけど、こちらは結構ね広々と見渡せるんでね、またそれも違ってねいい景色が見えました。昼と夜両方のね聖地の様子を色づく巡礼で長崎来た際は見てみてください。こちらの聖地で今回の動画は最後になります。ありがとうございました。めちゃくちゃ最高でした。はい、ということで無事に帰ってきました。いやーもうめちゃくちゃ楽しかったですね。長崎市内のいろんなところにね聖地があったんで巡るの楽しかったですし、長崎特有の街並みだったりとかそういう景色を見れたんでね本当に行ってよかったです。色づくも結構数年前の作品なんですけど、地元に密着した作品だなっていうのは巡ってて思いましたし、地元の方ともお話しさせていただいて、改めて素晴らしい作品だなっていうのを肌で感じることができました。まだ行ったことがない方はぜひ一度色づくの聖地となった長崎に足を運んでみてください。この動画が参考になった聖地巡礼に行ってみたいなと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。See you!